生命科学研究科分子病態分野の松崎と言います。私たちの研究室では、我々の動物の中枢である脳の形成原理に迫ると、それをテーマとして研究をしております。この図で分かるように、私たち哺乳類はさまざまなサイズの脳を持って、例えばマウスは非常に小さいし、チンパンジーは結構大きいし、人になるともっと複雑であると。こういういろんなバリエーションを持った哺乳類の脳も実は出発点は同じなんですね。何かというと、1枚の細胞のシートから出発します。それがテューブになってゆくゆくはこういう複雑な脳を形成すると。でその過程で最初に起こることは、そのシートを形成している細胞、それがどんどん増殖することです。でその分裂は対称分裂といいまして、分裂によって同じ娘細胞が2個できます。でこうやって細胞の数を増やしていくと。でその後にしばらくすると違った分裂を行います。それは非対称分裂と呼ばれていて、娘細胞の一方は元の神経幹細胞で、他方は神経に分化する細胞になります。で、こうやってどんどん神経が増えていくわけですが、この神経幹細胞もずっと同じではありません。日ごとにその遺伝子発現を変えて違ったニューロンを生み出します。でその結果ニューロンはさまざまなタイプの特性を持つことになって、同時にそれはこのスライドにあるように脳の構造そのもの、これは典型的な哺乳類の層構造ですけど、そういう層構造の基盤にもなります。そういうわけで脳の発生において神経幹細胞は2つの重要な役割をします。一つは細胞が増殖する、幹細胞が増殖する状態から神経を作る状態になる。もう一つは時間経過を経て順番に違った細胞を生み出す。でこういう2つの過程が脳のサイズ、構造を決める基本的なプロセスです。でそれを私たちは今どういう原理に基づいてこういうことが起きるかっていうのをみんなと一緒に研究しています。ただ私たち哺乳類の脳は非常に複雑であって、例えばこれはマウスの脳の発生の様子を捉えたものですが、神経が発生している一番盛んな神経産生の時期の脳のスライスをリアルタイムで撮影したものです。でこれはこういう色がついてるわけではなくて、あらかじめ遺伝的に蛍光タンパクを神経幹細胞で発現させるようにしてみたものですが、このようにものすごくダイナミックに一個一個の細胞が運動していることが分かります。でこういうダイナミックというか非常に乱雑なように、一見乱雑のように見える中で整然と神経発生のプログラムを進めていくわけです。でこういう複雑な経緯を研究するにあたって私たちは一種類のモデル動物ではなくていくつかの異なった特徴を持つモデル動物を使って研究しています。その一つはショウジョウバエで、これは皆さんご承知のように遺伝学を使ったモデル動物として100年ぐらい前からよく使われている動物ですね。で、もう一つはマウス。これは我々哺乳類のモデル動物として非常によく使われていると。でさらに最近ではペットで使われているフェレットをモデル動物としても使って、現在この3種類を中心に研究を進めています。でショウジョウバエは
脳の細胞の神経細胞の数も、およそ1万ぐらいで、人間の10の5乗分の1ほどの数しかない。したがって神経発生も非常に単純であると。でまた遺伝学的なアプローチができるのでさまざまな突然変異を取ることができると。でここに示してあるのは私たちのラボでこの十何年間にわたって探知した神経幹細胞の非対称分裂に関する突然変異なんですが、こういう遺伝的なアプローチから神経幹細胞の振る舞い、その背後にある分子システムというのを明らかにすることができます。で、その結果分かった原理というのはとても単純なもので、神経幹細胞が非対称分裂をするときに2つの重要なことがあると。で一つは細胞が非対称になると。で非対称になるおかげで、細胞の運命を決定するのに重要な因子が一方に分配される。で同時にもう一つ重要なことは細胞の分裂軸がその非対称な極性の方向に向くと。その方向に分裂すると。そうやって神経幹細胞の運命を決める重要な因子が非対称に分配される。こういう単純な原理で神経幹細胞と神経に分化する細胞が2つに分かれるということを我々は見つけました。で、症状は非常にシンプルでいろんなことが分かるんですが、じゃあそれを我々の複雑な脳ではどういうふうに解析していったらいいか。これに関してはいくつかの工夫は必要ですね。で特に私たちが行っているのはここで見られるようにライブイメージングです。で先ほどお見せしたように非常に一個一個の幹細胞がランダムに乱雑に動いているので解析が難しそうです。でそこで1個だけラベルする、1個だけ標識するというような、工夫も導入して、一つ一つの、幹細胞の振る舞い、などを、きちんと解析することができるように、なっています。でこうしたアプローチを導入して、哺乳類の神経幹細胞の非対称分裂のメカニズムを詳細に調べていく過程で私たちが一つ面白いことを発見しました。先ほどお話ししたように神経幹細胞最初対称分裂を繰り返すことによって増殖すると。で次に非対称分裂をするという話をしました。でそれが最初の分裂モードのトランジションなんですが、私たちが最近発見したのは第2の分裂モードのトランジション変遷で、それはここに示したように分裂の角度が揺らぐことによって神経幹細胞が元いた位置から違う場所に移動すると。でそうした新しい環境で神経幹細胞が活動するようになると。こういうモードを発見しました。でこれは最近非常に注目されている問題で実はこういうように神経幹細胞が別の場所に行くというのは私たちのような複雑な脳を持つ哺乳類の発生にとってはとても大事なことであってこれが脳の進化の過程で哺乳類の脳が大きくなっていくきっかけの一つとなっているのではないかというふうに今考えられるようになってきています。でこの図はそれを模式的に表したものですがマウスなどの単純な脳を持つ哺乳類は最初の対称分裂から非対称分裂への遷移が起こってそれでずっと脳発生が進むと。ところがもっと大きな脳になろうとするとそれだけでは足りなくって
新しい幹細胞の層が別の場所にできると、そこに今お話ししたような第2の分裂モードが関わっているのではないかという仮説がとても有力です。でそれを検証するために私たちは先ほど紹介したフェレット、ここにあるようにマウスに比べるとうんと複雑大きくてシワがあるこの脳を使って今仮説を検討していると。こういったように私たちの研究室ではいろいろなモデルシステム、いろいろなアプローチを使って脳の発生の秘密を解き明かそうとしています。こういった問題に興味がある方はぜひ私たちの研究室に来ていただければ楽しい興奮に満ちた大学院生活が送れるだろうと思います。で、現在は4人の大学院生がいて来年1人実際には3人新しく来ることが分かっていますが、研究室自体は京大のキャンパスではなくて神戸のポートアイランドにある理化学研究所の中にあります。ですからいつでも訪問して研究室の様子を見てください。